こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は日本のみならず世界の盆栽愛好家皆さんがご存知、また憧れでもあります東京都江戸川区春華園盆栽美術館にお邪魔しています。誰もが知る盆栽作家小林邦夫先生の自宅でもありますが、溢れるほどの名木たち、そこにどうしても目が行きがちですが、この後ろにある盆栽美術館の本館慶賀亭、そこに散りばめられた建築と盆栽追跡のための床の間のしつらえ、この内容は抜きん出てるものがあります。今日はこの慶賀亭を中心に皆さんにいろいろご紹介させていただきます。お楽しみください。2階培養棚から俯瞰する庭園の姿。名建築の前に並ぶおびただしいと言える名木の数々。世界を代表する作家である小林邦夫先生の作品群が多くの来館者を楽しませます。切妻造りという古来建築で作られたこの建築はシンプルさの鏡と言われるものです。だからこそその前の盆栽は映えるのではないでしょうか。中の建築の素晴らしさ、小林邦夫の盆栽の美に通ずるものがそこにはあります。慶賀亭の玄関、多くの人たちが集い、盆栽の語きの場を広げるこの入り口には、盆栽の考え方、そして小林邦夫の考える世界が歌われています。美しいひさしで抑えられた建築の美の下には、そこに慶賀亭のシンボルといえる扁額が飾られています。日本水石協会理事長を10年以上にわたり続けた小林邦夫。任意団体から60年以上経つ中、初代会長明治神宮の当時の宮司甘露寺先生の扁額が皆さんを迎えています。玄関の右側、どれほどの大木だったかと思わせる杉の一片があります。400年前、屋久島の大木から取られたウィルソン株は今この美術館の入り口にあります。漆床の宙吊り床が迎え、その奥には大きな広間が広まっています。内廊下は長い土びさしに囲まれ、その天井やひさしの裏側はまさに匠の技で建築が支えられています。慶賀亭を象徴する床の間が3連続く大広間。まさにこれこそが小林邦夫がこの慶賀亭に描いた盆栽のための建築です。数寄屋床、書院床、それを織り交ぜて盆栽を飾るために仕上げた各様式。他の建築では見られない様式美が各盆栽の姿を作り上げています。慶賀亭の広間から廊下を渡れば、愛らしい梅がその角に飾られています。そこにかけられた扁額、無休庵。盆栽界の大恩人、高橋貞介先生が99歳の年に揮毫なさいました。
茶室としての体裁を持つ無休庵は、慶賀亭の中にある心の中のシンボルのような場所になります。四畳半のしつらえの本茶室である無休庵。茶道口を入れば、そこには異空間と言われる空気が存在しています。窓からの明かり、反射する和室ならではのまさに有限な光。そこに飾られる盆栽の床の間作り。小さき中に込められた宇宙。主客一体となる世界は別世界といえる精神性を醸し出しています。この無休庵茶室、ここの廊下にも外からの光を取り入れた屏風飾りがなされています。建築そのものを盆栽の美と融合させようと葛藤の末に仕上げた建築盆栽美なんです。無休庵茶室からさらに廊下を奥へと進めば、もう一つの茶室があります。ほの暗い明かりの中に浮かぶ床の間の姿。大庵、天井、柱、壁、そしてけこみの脇床。まさに引き算の美を追求した茶室の美が盆栽水石を引き立たせます。さらに奥には屋久杉の板で天井を構えた屋久杉の間。ここは二つの床が相対するように作られ、庭を見れば美術館としての収蔵品を眺める向こうに、また小林邦夫の作品群が見えるという構成になっています。そこの天井の作り、渡り廊下、そして外側のひさし部分の意匠の素晴らしさ。これでもか。まだダメか。10年の歳月を費やして、小林邦夫が慶賀亭に求めた建築の美が至るところに感じられます。妥協を許さぬこの建築は、おそらく二度と再現ができない盆栽界唯一の場所として長く語り継がれるものとなります。先生、今日はお忙しいのに、はい、ありがとうございます。いえ、とんでもないです。束の間の月曜日休館日を使って拝見させていただきました。前々から思っていたんですけど、私もある程度の建築の知識はあったつもりなんですが、盆栽界においてこれだけの建築内容、一説によると、ちょっと微量な話ですが、10億を超えるという資材をつぎ込んで、どのような思いでこの建築へ至ったんでしょうか。そうですね。盆栽に魅せられた男だろうね。やっぱり自分の作った盆栽、その盆栽がより美しく、どうしたらより最高の状態で見えるかなっていうとこまで自分で考えたっていうかな。それで建物はやっぱりお金をかけたうちは誰もができる。お金じゃなくてシンプル、品のいいもの、品を求めて建てたんですね。だから盆栽、水石をより最高の状態にしたいっていうのが私の思いです。要は
最高の舞台ですね。そうですね、舞台です。これはもう片山先生に教わった時から、経度を教わった時から、先生がやっぱりその演出のうまさっていうかな、先生それをしっかり教えてくれた。それが今に生きてるっていうかね。建築の素晴らしいものというのは、はい、まあ日本の各地にありますけど、はい、先生のこの慶賀亭の特色というのは、多分これだけの大座敷に種が違う三連の床の間をある建築というのは多分あまり見たことがないように思うんですね。だから普通の大工さんから見たらおかしいんです。砲立てとか落とし掛けね、そういうものを全部省いて盆栽を引き立てるための設計をしたんです。造形としてはいいけれど、盆栽や水石に対してうるさく見える、そうそう、うるさいものを一切省いたわけです。それはやっぱりいかに何が主役かってことを私は思ってるわけです。各所、各魔調子、各材料、匠の技を見ても、東京都内にこれを作るのはもう無理じゃないかという建築。これを皆さんがご存知なのかどうかがすごく気になって今回チャンネルでやってるんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。ご自身の日常の鍛錬でもあるわけですか？そうですね。まあ振り返ってみればそういうことだろうね。だって、これだけの盆栽の飾り、各部屋水石の飾りを日々なさっているそうですねわけですものね。それは大変ですよね。毎日何がこの木はどこのところまで飾ろうとか、このじゃあそういうは何にしよう、掛け軸何にしよう。まあそれも楽しみで苦しみでもあるけど楽しみでもあるよね。私たちも今日拝見していてね、各掛け軸やね、脇に置かれている道具立てもね、見ているだけで楽しくて、特にこの今の季節の火梅や、入り口の部屋にある椿の姿、なるほど、盆栽ってこういう素晴らしさなんだ、これをお見せすることが、なんて素晴らしいって、ああ間って大事なんだなって。そう間も必要だし、やっぱり季節のものには絶対勝てないね。何気なく使っていますけど、ここにある梅が飾ってあるこの卓も、もしかするとこれは白井純山です。そうです。さすがですね。純山です。純山です。切り箱に入ってしまってあります。でもね、先生は使わなきゃ意味がない。そうですね。おっしゃいますけどね。やっぱり品格を求めると最終的には本物っていうことを。結局盆栽や水石がどんなに素晴らしくても、それを用意している水盤、卓、果てはその場所、これがきちんとしていないと本物に見えなくなる。そういうことですよね。この俗に言う座敷とそのこのしつらえというその文化、季節の文化、これはやっぱり2000年という時間の中で日本人が作ってきたから、これこそが次の時代に私たち日本の盆栽界が伝えることなのかなって絶対そうですね思いますね。だからドイツの昔の建築家ですけど、ブルノ・タウトって有名な桂離宮をね世界に知らしめた彼が言ったのは、日本って国はすごいと、各家に床の間美術館があるってことを彼は表現してますよね。結局飾る場所がきちんとある。そうですね。それをまた生活の中で尊んだっていう。そういうことですね。私これからはこういうもの、こういう飾り、そういうものを皆さんが学んでくださるような日本であってほしいと思う。これからそうすると3世をお受けになった先生の責任も重いかもしれない。それは大変なことですね。大変。でもやはり日本がやっぱり誇れる、その日本の文化を残したいっていう意味でこの建物も建てたわけです。皆さんぜひ普段この小林邦夫先生に会える、また先生の作品群を見ることができる、その思いが強いですが、ぜひこの慶賀亭がどうできたか、この素晴らしいこの空間、これもぜひこの美術館の凄さだっていうところをお楽しみになってくれるとありがたいです。先生お忙しいのに今日は勝手にありがとうございました。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。いかがだったでしょうか。春華園盆栽美術館、
それを支えるこの名建築慶賀亭無休庵、小林邦夫という日本を代表する盆栽作家が自分の思い、人生、その全てを注ぎ込んで、ここで今も日々ご自分の鍛錬と見つめるものを続けています。皆さんぜひこの美術館に訪れた時にもう一度屋根を見て、柱を見て、床の間をご覧になってみてください。こんな風に盆栽のみならず、その文化の中に生きているもの、さまざまなものを皆さんにご紹介させていただきます。アーカイブスも含めてぜひお楽しみください。チャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。